皆さん、こんにちは。マミの健やか日本語ポッドキャストです。このポッドキャストでは、日本語で日本に住む私の頭の中を静かに言葉にしています。朝、少し落ち着きたいときや、夜、今日はそろそろゆっくりしようかなと思ったときに、そっと聞いてもらえたら嬉しいです。皆さんいつも聞いてくださって本当にありがとうございます。今日はまたありがたいメッセージが届きましたので少しご紹介します。他の日本人は話すスピードが速いので、マミさんのポッドキャストは本当に心地がいいです。寝る前に聞いています。これからも頑張ってくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、日本人は話すスピードが速いというコメントだったんですけれども、そうですね、正直なところやっぱり YouTube とかそういう場所ってちょっと明るくした方が皆さん見ていただきやすいとか、早くした方が集中されやすいみたいなところがあるので、わざと早く話してるという人もいると思うんですね。なので、これは日本人でも早いなと思う人ってやっぱりたくさんいます。話すスピードとか声とか、これはもう相性だと思っているので、私たちは相性がいいのでしょうか。とても嬉しいです。これからも、私は自分のペースになりますが続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。さて、今日のテーマはですね、あなたは外交的ですか、それとも内向的ですかについてです。心理学に興味がある方ですと MBTI という言葉を聞いたことがあるかもしれません。もともとね、人の性格だったりとか、傾向だったりとか、それをタイプに分けられるというようなものなんですけれども、個人でやるのではなくて、ちゃんと MBTI、これをしっかり診断できる心理学者の人のところに行って、それでやっとわかるというものだったんですけれども、何かの表紙でですね、数年前ですかね、韓国でとっても大ブームになりましたよね。それがですね、日本でも流行りまして、当時私の日本語の授業でも皆さん楽しそうに MBTI の話をされていました。自分を知るきっかけとして使うのはとても面白くていいことだなと思います。ですが最近はですね、少し過激になってきているように感じます。例えばですね、日本だとファッション雑誌でパーソナルカラーと MBTI を掛け合わせてコーディネートを提案するというものだったりとか、中学生が私の MBTI は〇〇だからこの仕事は向いていないと決めつけてしまったり、無料の診断の結果だけで自分の可能性を狭めてしまうということが起きていたり、さらにあなたは絶対そのタイプじゃないですと怒るコメントまで見かけたりしますね。で、私は今社会心理学を勉強しているんですけれども、
この現象はとても興味深い研究対象だなぁと思いながら眺めています。そんな話ですけれども、皆さんから見て私は外交的でしょうか、それとも内向的でしょうか。ある人はですね、あなたはとても外交的ですねと言いますし、ある人に聞くと、内向的な感じですかねと言いますね。なので結局人は相手の一部しか見えないのかもしれないです。そして私たちも人に対して一部分しか見せていないのかもしれないですよね。例えば私は何か一つのことをたくさんの人で作り上げることが大好きなんですよ。人が成長していく姿を見るのも好きですし、なんかここまで聞くと外交的っぽくないですか？例えば私は音楽の先生もしていますが、演奏会をするとしていろんな人が演奏しますよね。特に学生とかだといろんな子がいますから、その子たちを一つにまとめ上げて、一つの目標に向かって一緒に頑張っていくようにする、それを仕事にしているんですけれども、そういうふうに聞くとちょっと外交的な人なのかなって思うじゃないですか。でもね、どうでしょうね。もう少し話を進めていきましょうか。趣味はですね、読書、言語学習、それから物事の原理を探求すること、それから一人でカフェに行く時間が必要で、仲間はたくさんいるんだけれども、すごく親しい友人というのは少ないです。どうでしょう。内向的に見えますか？さらに情報を足しましょうか。私は古い切手とか古いブローチとかそういったものが好きです。気に入ったものを長く使うタイプです。新しいものがあんまり好きじゃないように見えるでしょうか。でもですね、実は最新技術も大好きなんですよ。例えばチャット GPT が出てきた時、私はすぐに使いました。まだ今から考えると面白い答えを出してくれてたんですけれども、それでもその当時は、わあ、自分の質問にすぐ答えてくれる人がいるみたいなね、そんな衝撃をもらって、本当に楽しかったですね、その当時。それとか折りたたみスマホが出た時も実は私すぐ購入したんですよ。周りの人がなんでそれ買ったの、絶対いらないよと言っていた時ですよね。人はですね、やっぱり一つの言葉では説明できない生き物だと思うんですよ。ここでですね、皆さんに一つ質問をしてみたいと思います。皆さんは山派ですか？海派ですか？山が好きですか？海が好きですか？という質問ですね。以前ですね、アメリカに住んでいる韓国の方に聞かれたことがあったんですよ。
で、私は海と答えたんです。するとね、その人がびっくりしていて、え、マミさんは山だと思っていましたって言うんですよ。で、それで理由を聞いたんです。そしたらね、マミさんは友達とサーフィンしたりするんですかって聞かれたんですよ。えと思って。というのはね、その人にとっての海というのは、例を言うと、ハワイで友達とサーフィンするみたいな。そして私にとっての海というのは、夕焼けを見ながら一人で静かに散歩する海だったんですね。その時にね、同じ海でも想像している景色が全然違うと気づいたんです。山も同じですね。その方にとっての山というのは、ロッククライミングとか、友達と一緒にみたいなことをおっしゃってたんですね。で、私にとっての山は自分のペースで登ってお花を観察して山の頂上ですね、そこでおにぎりを食べる、そんな山を想像していたんです。それで、同じ言葉でも意味は人によって違うんだなぁと思ったんですよ。外交的なのか内向的なのかというのは、答えはきっと、どちらでもあってどちらでもない、そんな感じでしょうかね。外交的に見える時もあり、内向的に見える時もあり、皆さんはどうでしょうか。皆さんが想像した山と海、どんな自分がそこにいましたか。今日はここまでにしましょうか。次回はですね、2月の振り返りと3月の目標についてお話ししたいと思います。日本の3月は冬から春へと移り変わる季節ですよね。皆さんの国の3月と比べながらゆっくりお話できたらなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。このポッドキャストが日本語のリスニング練習や静かな時間のお供になれば嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。良い一日を。